誘拐。聖徳の霊能が発現する場合には、経験不足のため、困難や孫つきがある。なんといっても、この場合の高いとの交通といっても、せいぜい地上の隣接境、いわゆる玄武境あたりに過ぎないから。しかし、これとても、その交通により学ぶところは多い。ただし、苦味も多いが、本物と偽物とを見分ける批判の目、これが教訓の第一であろう。霊界のこの境を、地上から遠く離れたところと思ってはならぬ。この境は未だ隣接している。したがって神秘思想の多くは、高い生活をもって大なり小なりいろいろの点で、地上生活の延長と考えている。実際、誘拐居住者の影響は、地上の人間に及び、反対に地上の人間の思想や感情が誘拐人に及ぶことが見られるのである。誘拐の低い境の住人たちは、地上の同じ趣向を持った人間に近づき、彼らが地上で味わった喜びを二番煎じで楽しむことができる。低い誘拐居住者たちの中には、欲望を満たす目的で地上に戻ってきて、このような接触を求める者が多い。しかし、あなたに愛情と英知があれば、これら亡者たちを救ってやることができる。それはまた翻って、亡者のために堕落させられる聖者たちを守ってやることにもなる。死によって肉体を去った魂は、多くの場合、この隣接の幽居を通ることになる。この間に、魂には、過去の諸々の記憶が、走馬灯のように蘇る。しかし、これは幻であって長くは続かぬ。しかし生前、物質に執着の強かった魂の場合は、死後も物質の幻に取り憑かれており、その分だけ上の真実の世界に行くのが遅れてしまうことになる。この玄武境と熱心に交通する者は、一つの経験を積むことになる。それは曖昧で人を惑わせるものだが、結果的には有用な経験となろう。つまりその境から受ける通信は、初めは信用できそうに見えるが、結局は当てにならぬ失望に終わるものだからである。こういう経験でくじけてはいけない。何事も経験である。全く経験せぬより落胆でもよい。その経験の方がましである。それは誰しも通過せねばならぬ一つの段階なのである。人は誰しも高い居住者と真実の交通をする能力を持っている。人は皆霊魂と交換できるという意味では霊媒である。しかし受け取る通信は、その人の魂の器量によって違う。玄武境との接触を通じて、人は真偽を見分ける眼力を獲得する。地上生活は欺瞞に満ちていて、必ずしも人も物も見える通りのものではない。あなたの霊性進化において大切なことの一つは、この真偽識別の目を持つことである。嘘と思える通信が、必ずしもその意図において、悪いとは限らぬ。その目的が、本人を力づけ本人を立ち直らせる。そういうものであるかもしれぬ。頭から悪いと決めてかからず、聡明によく自ら判断をして、受けるようにされよ。指導霊があなたに通信を送る場合、何よりも意図することは、相対的に見た霊性進化である。指導霊のあなたへの愛は、純粋で個人の枠を超えている。その一つの考え、一つの目論見にも、単に一人を目的とせず、全体の善を目途としている。あなたにへつらった通信、個人的、利己的な性格の強い通信は、あなたを試みるためのものかもしれない。霊的展開においては、明らかに矛盾した通信、逆説が起こりうる。しかし、それらの言葉を、すべてよく注意して考えてみるように、通信同士が矛盾するときは、うまく融和させる努力を試みること。真理とは常に一面的なものではない。神に至る道はいくつも存在する。それゆえに、杓子定規的であるな。一方的に物事を決めつけるな。真理に近づくには、歩一歩順序正しく、忍耐強くあれ。